はい、皆さんおはようございます。本日はですね、こちらのスライドショーのお話をしていきたいと思います。今画面にあります通りですね、日野エンジニアリングアネックス様の会社の紹介というところになっておりまして、こちらがね、どのような会社さんなのかというのをですね、見ていただきたいなと思います。この会社さんっていうのがですね、除雪車とか起陸車とかですね、空港のフューエラーと言われる車ですとか、特殊な普通にメーカーの工場では作らないような車を作成している会社さんになっております。でそもそもですね、日野自動車さんのグループ会社 100% 子会社になりまして、トラックとかね、バスっていった商用車をベースに改造仮装を行うというね、特殊改造のプロ集団が集まる会社ということになってます。要はもうワンオフものですね。世界にも同じものが2つとないようなオーダーメイドの車も作りますし、あとロットでもね、作成もしますし、例えば今の FD、日野のレンジャーなんかでもエアサスの設定後輪しかないんですけどね、そんなのを双輪のエアサスにしたりですとかね、そんなのができてしまう会社ということになります。主にフレームの延長だったり、フレームをね、短くしたりですとか、ある一定のフレームを強化したりとか、ルーフをカットしたりとか、そんなのをね、一挙に担う会社さんになっているということです。本当に工場とか港とかですね、製鉄所とか、構内で使う車も作成されますので、日本のその道路法規に合ってない車もね、多いということでございます。次行きまして、今日の見どころっていうところでは、巨大なね、除雪車とかね、あとは線路を走る起陸車と読みます。DMV、ね、鉄道も道路も走る二刀流ということで。あと全長 13.5 メーターのね、空港給油車フューエラーですね。こちら大型車だったら12メーターがね、日本のサイズになりますので、こういう車がね、登録はできないわけですけれども、こんな車を作成したりですとか、あとは50トン積載モンスター構内車とかですね、フレームアクセルを総入れ替えしてますので、これも当然ね、登録はできませんし、屋根を切るね、ルーフカットっていうところで、ルーフ部分をね、カットしてる車、たまにキャリアカーとか多いですが、こういう車も実はね、日野エンジニアリングアネックスさんで作成されているということでございます。はい、それではね、改造車両のご紹介というところで見ていきたいと思います。そうですね、まずはこの大型融雪剤散布車用改造というところになってます。こちらがね、今回トップバッターになるんですけれども、雪国のね、高速道路を守る巨大な除雪車というところで、ここのフロントのね、部分をこう、アップした部分がここなんですけど、こういったところ、スノープラウっていうブレードみたいのがね、この雪をかくときにはつくわけですけれども、こちらを当然取り付けるためには、見るからに重たいじゃないですか。これ重たそうじゃないですか。なのでね、フロントのこの部分を強固にね、する必要があると。要するにこのクロスメンバーを大規模に強化しているっていうのがまず一つで、それとこのブレードがつくことによってヘッドライトとかがね、どうしても見えないじゃないですか。なのでヘッドライトが使えないので、当然このブレードをつけてるときはこの上にこの丸っこいのがあると思います。これがヘッドライトの代わりになってます。あとはウインカーですね。ウインカーもここについてますが、こういう風にね、場所を移設しております。両方使えるようにしてるんですけどね。ブレード取り付けた時用のウインカーとヘッドライトをね、移設しているという、こういう車です。で、ここもね、補強材装着のためには、キャブとエンジンを下ろし、で、バラバラにする必要がありということで、エンジンもキャブも全部下ろして、ここを改造するっていう、とにかくね、大変な作業です。もうメーカーさんでね、もう車種設定で除雪車用の車種が出てこないので、結局のところアネックスなんでね、わざわざエンジン乗った車をまた下ろして、キャブも下ろして、ここを強固にするっていうね、とてもね、改造が施されています。あとはね、回転灯をつけたりっていうのもアネックスさんでやられてるというところで、やっぱりプラウが押す雪の抵抗というのは数トンありますんで、フレームの強化をしないとね、雪かきができなくて曲がってしまうという、そういったために、こういうね、措置が取られているということでございます。で、次が、こちらは汚泥吸引車用改造というところでね、この車はね、下水道とかマンホールの汚泥、泥とかね、ドロドロしたものを溜まるわけですけれども、それを吸い上げるバキュームカーです。あまりね、こういうの見ないですけど、注目はね、スタックテール化っていう
ことをこの車は施してまして、マフラーのね出口を立ち上がり部まで上に伸ばす改造です。なんでこんなことしてるのかっていうところなんですけれども、排気を上に逃がして上物のスペースをしっかり確保するためにこういったね改造を施しております。だからこうなってるのをさらにこうね伸ばしてるんでしょうね、多分ね。でそれをしながら、合わせてリレーバルブの移設、燃料タンクの交換などもねしているということでございまして、だいぶ大掛かりなね改造になっております。で地味に大事なのがですね、 BSIS って言われるそこ衝突センサー、最近の車ついてるんですけれども、やっぱり形状がこう改造でね変わってますので、そういったところのね再設定をしているということでございます。立ち上がったマフラーっていうのはね、これあまり見ることがないのでとてもね面白いと思うんですけれども、またこう上物のねこう隙間をうまく縫ってね、こういうスペースのね確保ができているというところで、いろんな一つ触るといろんなところがね影響出てきますので、その辺のねバランスも取っていると、そういうお車になっております。で次がトンネル清掃車というものがございます。こういうね公団さんの車って変わった車多くて、例えばねロードスイーパーとかあると思うんですけど、ああいう車なんかね左ハンドルになってたりするじゃないですか。あんなのもおそらく、こちらでね改造してるんだと思うんですけれども、こちらはねどんな車かというと、トンネルの壁とか照明を磨く清掃車になってまして、ここにこういうクレーンがついてるんですけど、ここをねトンネルの側壁とかに当ててこう磨いていくっていう、そういう車でございます。微速走行トランスファーってことですね。歩くよりゆっくり超低速で安定して走り続けるための装置が取り付けられているというところで、当然普通のね車はねやっぱり微速走行って難しいんですよね。それが微速走行用のトランスファーというものを取り付けておりますので、ゆっくりゆっくりこう低速でね走れるような改造が施されております。それとこのキャブバッグの部分ですね、ここをボコッとこう膨らませる改造を施してまして、これなぜねこういうことをしてるかというと、クレーンがねついてるじゃないですか。なんでこのクレーンをね室内で操縦をしております。なのでしっかりここでね目視で確認ができるように窓部分をね、大きいものに差し替えてるという、そういうね改造が施されている車になってます。こちらも公団さんのですね散水車用改造されているという車で、こちらでよくある、道路に水をまく散水車ですけれども、こちらにある車というのは、除雪専用車両になってます。なのでフロントのオーバーハング、これ前もねオーバーハングっていうんですね、実はこうよくリアオーバーハングってよく聞くと思うんですけど、フロントオーバーハングっていう言い方もあって、ここはねこう改造されて伸ばされてるんですね。ここで仮想スペースを稼いで補給類を移設してます。あとはバッテリーのねメインスイッチとか上物を動かす操作盤、運転席周りに取り付けているというところで、オペレーターさんが使いやすいようにねレイアウトを作り込むっていう、そういうことをねしております。見栄え的にはねフューエラーに似てますよね。こういったところにちょっといろいろ移設をしているという、そういうお車になっております。この車でよくね見かけることありますよね。次は原木運搬車用改造というところで、原木を積んでね山道を走るタフな運搬車でございまして、原木って奈良なんかね特に吉野の杉とか多いんですけど、原木っていうのは超重量級なんですよね。であとは個体差があるので、こう切ってね全部一定の形じゃないので、この積み方によってね重心偏るんですね、荷物の重さが。なのでね、フレームで背中を徹底的に強化をしているというところになってます。で具体的にはねフレームの上部で突き出させてるんですね。これ突き出させて、リアアクスルから 2550mm だったところを3050まで、補強範囲を延長し、さらにブレーキ用エアタンクを移設で、クロスメンバーも追加してねじれに負けない骨格にしているというところで、本当にねフレームをこう強固にするっていうのは日野エンジニアリングアネックスさんではもう得意中の得意ですのでね、そういうのをやっているということでございます。具体的にはあとブレーキ用のエアタンク移設ですとかね、本当原木とかねあんまり見ないですけどね、こういう特殊なあんまりこう流通してない車だからこそこういう改造をね施しているという、そういうね車でございます。次がこのキリクシャっていう車になります。この車もあまり見ないですね。たまに線路とか踏切渡るときにねこういう車がね、いや見ないかな、なんかテレビで見たのかな。とにかくねこういう車があるというところで、このキリクシャっていうのはね、鉄車輪を装着していて、この見た目の通りですね、線路の上でも移動と作業を行える鉄道の保守点検を行う車両というところで、こういう車って電車タイプもあるかと思うんですけど、場所によってこういうトラックタイプでね行っているというところでございます。
ます。当然線路を走るための装置を積むスペースを作らないといけないので、足回りを大々的に入れ替えているというところでございます。エアタンクユニットをね、右側からキャブの裏へ移設したりですとか、あとフロントのサスペンションも交換、あとは前軸にはねスペーサーを追加して、あとはテールパイプ、バッテリー、エアドライヤーなど機器レイアウトを丸ごと組み替えているという、なかなか大掛かりな仕事をしている車ですね。ではこういったところエアタンクユニットをねキャブバッグに移設してたりする。この足回りがねちょっと細かく見えないの残念なんですけど、ここにね鉄道車輪がついてて、下ろしたり上げたりしながらうまくね線路に、線路多分入るところあるんでしょうね。そういう特別な流入口があると思うんですけど、そこからね入りやすいような設計がされてるというところでございます。はい、次でこちらが教習車っていうところで、ここがまた面白いんですよね。4トン車ベースですね。ベース FD2A になってますので、4トン車ベースなんですけども、こちら実はね元々の車型が、要は62ワイドとか普通のよくウィングで標準車、完成車あるじゃないですか。 VQ とかね、そのタイプの車種を持ってきて、フレームちっちゃくしてるんですね。短く切っております。で短く切ってホイールベースをね短くして、であとはカプラーとかつけてね、こういう教習車にしているというところですね。あとはトレコネっていうのもねつけてます。この辺ですね。これ教習車なんで助手席部にもブレーキつけてるっていうので、当然このブレーキをつけると、この前にねエアコンのコンデンサーとかいろいろ装置がついてるんですけど、ここだとねどうしようもないので後部にね移設したりとかしてます。であとは面白いところが、この牽引車って路上教習がないですね今のところ。なのでナンバーの取得が行われないというところと、あとは牽引って別に大型持ってなくても取れるんですね。なので中型車用の牽引もこちらで取れるというところで、4トンのね車型が使われているというところになっております。次がこちらですね。航空機用給油車フューエラー。こちらはね矢野特集さんの動画でも出させていただいておりますけど、このねやっぱり車好きなんですね。でベースはパッと見てね分かる方分かると思うんですけども、輸出車というところで、車型でいうと FY という車型になります。FW って言ってよくね四軸低床車そういうふうに呼ぶんですけど、こちらはね四軸の高床車になっておりまして、日本ではね設定のないお車になってます。でね実はねこれ香港向けをベースにしてるということで、香港ってイギリス領の名残があって右ハンドルなんで、そのまま右ハンドルの車を使うというところ、あと安全窓とかが埋まってるっていうね、こういったところがね面白いところです。であと面白いのが、こちらも、先ほどのね散水車と同じでフロントオーバーハングを延長しておりまして、何のために延長してるかっていうと、このマフラーを前に下から見えますけどね前に持ってきてます。これはどうしてもね特殊な燃料を積んで空港内っていうねところを走るので、マフラー通常のようにこの辺についてたりするとどうしてもね熱がこもって良くないので前に持ってきてるというところで、多分ですけどDPF とかついてないんじゃないかな、これ輸出用だから。日本の DPF とかめちゃくちゃ熱くなるんでね、ああいうのがやっぱり航空機の特殊燃料のそばにあるっていうのはあまり具合良くないようで、そういったこともあり前に移設をしていますというところですね。あとはこのリアオーバーハングにも補給類を年単とか移設してたりとか、あとはホイールベースとかオーバーハングの延長補強、そうすることによって仮想後全長 13m50 になるというところですね。やはり日本ではもう登録できないサイズになっていますよというところです。当然ナンバーはね取得はしないというところでございます。普通のねタンクローリープラスアルファこういう装置がつくんで、空港よく行かれる方はねご覧になっていただいたりする方多いと思うんですけど、なかなかトラックマニア受けする車でございます。日野さんだけじゃなくてね不走さんの車もあったりとかね、同じくやはり交渉四軸車だったりするので、そこがね面白いところでございます。次コンクリートポンプ車というところで、こちらはね、生のコンクリートを、よく見たことある方多いと思うんですけど、高いところまで圧送するポンプ車なんで、どうしてもコンクリートってねドロドロしてるんですごい圧力受けるわけですね。なのでプロペラシャフトの途中に割り込ませる PTO があるんですけど、それをね取り替えております。で、PTO はパワーテイクオフというところで、走行中の動力をポンプの始動に取り入れる仕組みなんですけど、それを通常よくあるものから大容量のねものに変更をしております。ダンプとかねコンクリートミキサー車もそうですけど、あとパッカー車もそうですね。エンジンの動力をプロペラシャフトに伝えないでそっちの方に動力を伝えるギアがあるんですよね。それを大容量のものにしているというところと、あとはホイールベース間のフレームのね強化をしているというところで、大容量だからこそ高圧でしっかり送れ、そのパワーを受け止めるためのホイールベース間のフレーム強化で補強していると
いうところでございます。次がこのルーフカットのキャブ改造というところで、こちらにはね、2種類展示というか表示してございまして、こちらのフードローダーって言って、やはりね、後ろ飛行機映ってますけど、この航空機のでね、飛行場でこちらも見たことある方と多いと思うんですけど、これ自体がね、上にガーッと上がります。この箱が上がって、客室の入り口にこうペタッとくっつけてですね、この中に飲み物だったり、機内食だったり積んでるカートがあるんです。それをね、全部下ろして中にあるものをこう入れてっていう入れ替えをする専用車ですね。こちらはね、空港の近くにある機内食を作る工場とのこう行ってきたり帰ってきたりする、そういう車になっております。ここのルーフ部分をね、こういう風にパタッとこう切ってるわけですね。で、この空港機の下に少しでもね、こう入り込めるようにこうキャブを切ってるっていうことで、こう頭から突っ込むんでしょうかね、これ。そういうことですよね。後ろ付けではなくて頭からつけるんで、なるべくこう飛行機の下に潜り込ませるために極限までルーフをカットしてるっていうね、そういうお車になってます。もう一種類の方はこのキャリアカーですね。キャリアカーも車を1台でも多く積むためにですね、ルーフの後端を斜めにカットして、たった数センチのね、全高差が積めるか積めないかを分ける世界。決まった車積むとは限らないので、高さね、それぞれ乗用車いろんな高さありますから、少しでもね、高いお車を安全に運べるように、ちょっとね、本当意味があるのか僕らにもわからないぐらいなんですけれども、ルーフのね、カットをしているということですね。よく見ますもんね。こうどこで切ってんのかなと本当思ったんですけど、こういうのもね、アネックスさんでやってます。当然、斜めにね、カットするので、この後ろのね、キャブバッグも、この窓もね、切り掛け入れてこう小さくしたりとかね、そういう作業も入ってきてるということです。で、これはサービスキャブと言われる補給部品でございますね。地味だけど結構重要な仕事で、やはりね、トラックも事故とかでキャブ交換が必要なものだったりとか、あとはもう生産してない旧型でも当然ね、事故等々起こるわけで、そんな時にこういうね、サービスキャブを仮想工場に出して、それをね、仮想工場で取り付けると。あとは当社だったらね、自社でこういうキャブ持ってきて入れ替えたりとかね、お客さんの車なんかでもね、よくそういうのあったりするんですけど、そういう作業でございます。で、現行のモデルは古賀工場って言って、日野さんのね、メインの工場、古賀っていう茨城県にあるんですけど、そこで作れるわけですけれども、こういうモデルチェンジ前の旧型はもうシステム的に作れないらしいです、古賀工場でね。なので、それをね、アネックスさんが補給用のキャブっていうところで製作して、全国の販売会社に届けているというところですね。塗装済みのボディは古賀工場から、で、偽装品は青梅のね、HGL っていうところがあるんですけど、そこからね、補給されると。日野さん独自の省流があるというところですね。こういうのもね、なかなか皆さんね、知っていない部分なのかなっていうふうにね、思います。だから旧型キャブなんかも新車がね、ここから出てくるっていうことですね。次はね、特殊改造、さらに踏み込んだ改造の車を見ていくというところです。あんまりね、出てこない車というところで、こちらが50トン積載高内車というところで、さらにね、ディープな車ですけれども、こちらはね、製鉄所の中で50トンを運ぶ、モンスター車両です。一般道当然ね、走られない、構内専用車なんですけれども、普通のトラックの骨格では当然ね、させきれませんので、フレームごとね、専用のメーカー製に交換しております。で、フロントとリアのアクスルはドイツの重量級メーカーのものの輸入品に変更してまして、トラニオンや、板バネのね、ブラケットは鋳物で新規作成しているというところですね。で、ホイールは専用メーカー製の構内専用ホイール。で、4軸車には24インチタイヤで、すごいですね、24インチで50トン。3軸車は24インチのタイヤで50トンですね。4軸車の場合はですね。で、3軸車は20インチで40トンっていうね、ものすごいね、車でございます。はい。何なんでしょうね、こう何を乗せるのかはちょっとわからないんですけどね、構内専用車というところで、50トン車ってね、単車で日本ではないので、なかなか面白い車というところでございます。次。こちらもすごいですね。30トン積載の構内車というところで、こちらの兄弟、先ほどの車の兄弟分みたいな感じで30トン、40トン、50トンとね、さらにワイドトレッドの50トン仕様まで揃う、そういうシリーズになってるみたいですね。で、ベースは当然またこれも輸出車というところで、国内規格には縛られない分ね、自由な設計ができているというところでございます。メインはフレームの補強であるとか、サスペンションの交換で、重量物をね、運べるように最適化されているという車でございます。さらにでかいですもんね。ちょっと見てみたいですね。こういう車ね、見たことない。何運ぶんですかね、本当これ。ちょっとわかんないですね。なんかの、何を、こういうことか。こういうふうな、何ですか。これダンプってことなのかな。やっぱこう、上がもう、積載物になってるんですかね。でも関係ないもんね、車検ないから。なんでこう切り離してつけてるのかな。はい。こういうダンプトラックみたいなものでしょうかね。鉄をこう運ぶ。そういう車でございます。あとは、
こちらのね、大型はしご車というところですね。こちらはですね、消防車でもなかなか見たことがない車なわけですけれども、本当特殊な車ですね。改造ではないんですよ。この車の場合はね、生産をしているというところで、アネックス唯一の生産者と書いてあります。そこがね、面白いところで、ヘッドライトとかね、レンジャーのだったりするし、このキャブとかどういう、どっかの流用してるんでしょうかね。ちょっとわかんないですけど、別途ね、生産工程はアネックスさんの公式 YouTube にあるというところなんで、ぜひね、ご覧になっていただきたいわけですけれども、あんまり見ないですけど、消防車の大型はしご車というところで、アネックスさんで全部作ってるというところでございます。この車っていうのは、日野自動車さんから生産委託があるというところで、唯一アネックスさんでは、ゴム地の生産ライン、量産ラインの生産者ということになっています。なので、車種の組み立てから最終検査まで、一貫して担当をするというところでね、こういう車もアネックスさんで作ってるというところですね。こちらが最後になります。デュアルモードビークルというね、先ほどのキリク車にも、少し似てるんですけれども、こちらもね、線路と道路を両方走れる乗り物というところで、ベースは日野のね、コースターという、中型のバス、マイクロバスというかね、そういったバスをベースにしてまして、線路と道路の両方を走れるという車でございます。で、道路を走るときは油圧装置でね、起陸装置をボンネット内にスッと格納できるというところで、通常のコースターだとこのペットしてるんですけど、わざとボンネットバスみたいに伸ばしてるっていうのが特徴になってます。通常ここトランクとかになるんですけど、そこにこの車輪をね、油圧で上げて格納できますよというところです。で、改造の内容としてはバスボディの当然脱着をしてフレームの補強、で足回り強化、そして起軸装置の搭載準備改造をしているというところで、このバスっていうのは本当にね、今こちらにもありますけど、営業運転されておりまして、徳島県と高知県をね、つないでいるというバスでございます。ナンバーついてますからね、走れるという。世界でも結構珍しい営業車というところになってます。本当ね、動画があればモードチェンジでね、本当ウィーンと出すとこ見たいところなんですけど、こういうのもね、見る機会があればね、見てみたいと思いますし、気になった方ね、ぜひちょっと調べていただければなというふうに思います。ここにね、もう3色あるんで、3台はね、絶対あるという感じだと思いますので、ぜひ見ていただければなと思います。はい。そんな形でどうでしょう、いかがでしたでしょうか。どれもね、世界に1台しかない特別なトラックっていう、量産はありますけどね、もしね、良かったっていうね、車があれば教えていただければありがたいなと。アネックスさんね、実は工場見学もさせていただいてますので、また次回は実際私が回った工場内のね、動画というのもお出しできると思いますので、またね、楽しみに待っていただければなと思います。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。また動画企画して撮影いたします。それでは失礼いたします。